こんにちは、ジパング55のタカです。私は北海道札幌駅にいます。これから新千歳空港に電車で向かいたいと思います。まるでテーマパークのような新千歳空港の施設や人気お土産店をたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。新千歳空港までは電車で1時間ほどです。値段は1150円です。切符は自動券売機で購入することができます。英語にも切り替えられるので便利ですね。電車は新千歳空港行きなので分かりやすいです。電車は指定席もあるみたいですね。平日でしたが、空港に向かうお客さんで車内は混雑していました。新千歳空港に到着しました。駅は空港の地下にあるので、直接空港へ向かうことができます。電車の本数も多いみたいですね。新千歳空港はかなり大きい空港です。1階が到着ロビー。2階が出発ロビー、4階から3階にレストランや遊べる施設があります。レストランだけでも多くのお店がありますね。2階の出発ロビーには各社の自動チェックイン機や自動手荷物預かり所があります。中央に吹き抜けエリアがあるので開放感がありますね。新千歳空港は国内線も主要な航空会社が就航しています。国際線は日系の航空会社をはじめ、中華系のエアラインが就航しています。施設やレストランの数が多いので、案内掲示板で探してみると便利です。それでは簡単に人気のお土産をご紹介します。空港のお土産ショップがこれだけあるので、見て回るのも一苦労ですね。まずご紹介するのは、ロイズのチョコレートです。北海道といえばロイズのチョコレートというくらい人気ですね。特におすすめなのが生チョコレートです。チョコの程よい甘さが口の中でとろけ、絶品です。味もいろんな種類があるので、いろいろ試してみてください。一時期、日本で大ブームだった生キャラメルです。手軽に食べられるお菓子なので、お土産にもおすすめですね。六花亭のマルセイバターサンドも有名です。ビスケットの間にレーズンとホワイトチョコが入っています。美味しいのでおすすめです。チーズなどの乳製品のお土産もたくさん置いてあります。酪農が盛んな北海道らしいお土産ですね。北海道はラーメンも有名です。地域によっていろんな種類のラーメンがあります。特に札幌の味噌ラーメンは有名ですね。海鮮系のお土産も豊富にあります。北海道は名物がたくさんあるので、お土産も困ってしまいますね。空港のお土産はかなり充実しています。空港でお土産を購入してもいいかもしれませんね。続いては空港内の施設をご紹介します。ポケモンのグッズ売り場がありますね。ぬいぐるみや文具など、可愛らしい商品がたくさん売っています。先ほどご紹介したロイズの製造過程とチョコレートの歴史が見れる施設です。空港に博物館まであるなんて驚きですね。すべて無料で見学できます。博物館ではチョコレートの歴史を学ぶことができます。展示物や説明文があり、見応えがありますね。こちらはロイズのチョコレートの製造工程を見ることができます。機械を使いながら効率的に作業しています。
最後にはチョコレートを使ったお菓子などが売っています。製造過程はなかなか見れないと思います。ぜひ訪れてみてください。続いては大空ミュージアムです。ここでは航空機や空港施設の紹介をしています。子供連れの方にはおすすめですね。模型や実物の展示物を見れるので楽しいです。大きな窓からは飛行機を見ることができます。搭乗口エリアや展望台以外から飛行機を間近に見れるのは珍しいですね。近くで飛行機を見れるので、ぜひ訪れてみてください。新千歳空港の歴史も紹介していました。当時の写真や使用された制服などを見ることができます。飛行機が好きな方にはたまらないエリアですね。別エリアには可愛い飛行機もありました。北海道各地にある空港を示しています。全部で7つの空港がありますね。いかに北海道が大きいかわかります。さらに空港施設内に温泉もありました。これはびっくりですね。近くにはゲームセンターや映画館もありました。映画の上映本数はそんなに多くないようです。有料ですが、パソコンの利用も可能です。海外観光客には便利ですね。映画館や温泉施設まである空港は珍しいですね。空港だけで1日遊べてしまいそうですね。続いて国際線ターミナルに向かいます。国際線ターミナルと国内線ターミナルは歩いて向かうことができます。ターミナルに向かう道中にはサンリオキャラクターやドラえもんグッズが販売してました。有料で遊べる場所もあるようです。こちらが国際線ターミナルです。国内線から歩いて行けるのは便利ですね。簡単なお土産店などもあります。国内線ターミナルの方が店舗数は多いですね。それでは国内線ターミナルに戻りたいと思います。続いて1階の到着ロビーも簡単に見てみたいと思います。到着ロビーはバス乗り場や各レンタカー受付所があります。バスはかなり充実しています。北海道の各方面にバスが出ています。札幌市内のホテルにもバスが出ているので便利ですね。チケットも自動券売機で購入できます。言語選択もできますね。IC カードを持っていたらそちらでも乗車可能です。バス乗り場は数が多いので間違えないように注意が必要ですね。続いて空港内のレストランをご紹介します。飲食店は3階に集中しています。お店の数が多いのでどこに行こうか迷ってしまいますね。ラーメン店の数も多いです。和食や海鮮丼などのレストランもありますね。フードコートもあります。手軽にお店で注文できますし、席数も多いですね。こちらはラーメンが集まったエリアです。一番の人気エリアですね。人気ラーメン店が多く出店しています。それでは私もラーメンを食べたいと思います。今回は白樺山荘でラーメンを食べたいと思います。どれも美味しそうですね。このお店ではゆで卵が食べ放題です。好きなだけ食べられるのは嬉しいですね。トッピングでアレンジできます。札幌ラーメンといえば味噌ラーメンが有名です。ここでは昔ながらの味噌ラーメンを味わえます。こちらが味噌ラーメンです。
私はバターとコーンをトッピングしました。北海道の寒い中で温かいラーメンが食べれるのは嬉しいですね。北海道へ来たら一度は各地のラーメンを食べてみてください。続いてスーパーラウンジをご紹介します。羽田空港でもご紹介しましたが、こちらは搭乗エリアの外にあります。一定のステータスのクレジットカードを持っていたら利用することができます。コーヒーやソフトドリンクを飲むことができます。ドリンクの種類は充実していますね。羽田空港より種類は多いかもしれません。紅茶や飴などもありました。席数も多く、飛行機を間近に見れますね。出発前の休憩に利用してみてください。それでは搭乗エリアに向かいたいと思います。搭乗エリアに入りました。かなり広いですね。搭乗エリアの中にも食事ができる場所がありました。席数も多そうなので便利ですね。その他何店舗かカフェも入っていました。お土産店もあるので、時間がなかった人にも嬉しいですね。羽田空港の京急線チケットもここで購入できるようです。時間がある時にゆっくり帰るのは嬉しいですね。それでは今回の新千歳空港、いかがだったでしょうか。施設が多いので、一日いても回りきれないかもしれませんね。早めに来て空港を楽しんでみるのもいいかもしれません。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。